はい、皆さんこんにちは。今日は 4mm のステンレスのパイプを溶接していきます。今回このパイプは RT 検査が 20% で、一応検査物の配管になります。今これは 3.2mm の棒を刺してるんですけど、だいたい 4.5 ぐらい隙間が空いていたと思います。個人的にはもう少し狭い方が入れやすいんですが、もう今回これは仕方ないです。で、蓋の方はセロテープではなく、今回はマスキングテープを使用します。 RT 検査なのでセロテープだと早く燃えすぎてしまってシールの効きが悪い時があるので、マスキングテープを使用しました。ノズルが7番でタングステンの長さが 7mm ぐらいで溶接をしていきます。それでは1層目の溶接をしていきます。電流が80で棒が 2mm の棒を使用していきます。今回ターンテーブルの方は使用しなかったので、裏波は真横から真上までの溶接をしていきます。裏波の出し方については以前にも紹介しましたが、今あるようにキーホールを作って棒を両サイドにちょんちょんと入れていくやり方で裏波を出していきます。隙間が広いので結構速いペースで進んでいます。僕は隙間が狭いと逆に 2.4mm を使用しますが、隙間が広い時は 2mm 棒を使って細い棒でしっかりと送って蓋を閉じていくというやり方で僕はやっています。細い棒をしっかりと送った方がキーホールがしっかりと埋まりやすいので進行がしやすくなると思います。キーホールがしっかり維持できているのがわかると思います。今回は RT 検査があるのでタングステンなどは絶対につかないように注意をしているのと、キーホールを常に作り続けるというのを意識してこの時溶接をしています。あとは一度溶接をやめた時のビード継ぎのところをうまくビードが継げれないという方は見てみてください。あと最終つなぎの方もこの後映りますので、うまく最後がつなげれないという方は見てみると分かりやすいと思います。前回 3mm のステンレスのパイプを隙間を空けて溶接するのを紹介したんですが、動画の向きもおかしかったので今回は 4mm ということもあり動画を出しました。個人的にはステンレスは 3mm とか薄いパイプよりは 4mm だったり 6mm の方がやりやすいなと思います。3mm だとどうしてもキーホールがどんどん広がったりして隙間を埋めるのが大変になったりしてきますし、4mm ぐらい隙間を空ける場合は 3mm とかは結構やりにくいなと思います。前回と同じようなやり方なので見飽きたなと思う方は、飛ばしてもらっても大丈夫です。今回パイプの径を言い忘れたのですが、パイプは 100A の4インチになります。もう少しで最終つなぎの手前に入るんですが、左にある写真のように
最初のスタートのビードをグラインダーの方で皮1枚ぐらいに薄く削っています。これをすることでつながりが早いので確実につながりやすくするために RT 検査などがあるときは僕はグラインダーを入れて薄くしてます。今から最終つなぎに入るんですが、電流は160に切り替えて棒はそのまま 2mm を使用しています。でドンつきをやるときと同じでプールがしっかりと揺れ出したら棒をちょんちょんと入れて沈むのを待ってから次に進んでいきます。これを RT 検査などがあって確実につなぎたいときは 20mm ぐらい走って繰り返しています。これが先ほどのグラインダーで擦っていた状態の動画です。もう僕は軽くグラインダーで薄くしている感じなのでこの写真ぐらいの状態でやっています。これが1層目を終えたビード外観になります。4mm なので少し面がより低いのであと1層入れてから仕上げをしたいと思います。これが先ほどの溶接の裏波の状態になります。ある程度綺麗には出ていると思います。ビード継ぎの方も多少段差はあるもののちゃんと裏波は出ています。でここが最終つなぎの場所になります。先ほどの電流160でつないだところです。それでは2層目を溶接していきます。まず電流は100で棒は 2mm をまた使用していきます。でノズルやタングステンの長さは1層目と同じで変えていません。ここではパイプの高さと同じに合わせていくだけなのでもうそこまで丁寧にする必要はないと思います。高さを出すための作業だと思って僕はやっています。2層目や3層目をやるときなんですが、貝先の幅は越さないようにしてください。この幅を越してしまったりすると最終層の幅が乱れやすくなるので注意しましょう。細い棒を使って薄く仕上げていっているのでそこまで気にしなくてもしっかりと溶け込んでくれていっています。このぐらいの引っ込み具合だったらもう2回でいってもいいと思うんですが、今回は RT 検査があるので一応3層いきました。しばらく2層目のこのままの状態の溶接が続くので飛ばしたい方は飛ばしてください。少し動画をカットしていますのでもう少しで最終つなぎに来ると思います。はい、これでつながりました。でこれが2層目を終えたビード外観になります。結構早めにいったのでそこまでは焼けていなくある程度金色に仕上がっています。ここでなんですが2層目を終えてパイプの方がだいぶ熱くなっていますのでだいたい5分ぐらい休憩をして最終層を溶接していきます。で今回すぐ横にフランジがいてローリングの方がしづらいのですが奥を溶接するときは手前にトーチを持ってこのようにローリングを僕はしています。これだとフランジに当たることがないのでローリングが問題なくできます。逆にこのように手前にフランジがある場合はこのように逆手に持って僕は溶接をしています。なのでエルボーなどがついていてローリングがしづらい場合などもこの逆手に反対に向けて持っているとローリングができます。
なのでエルボーなどがあってローリングがしづらいという方は今の持ち方でやってみてください。それでは最終層の溶接をしていきます。電流が90で棒は 2.4 に変えました。ノズルやタングステンの長さなどは変えていません。ここでもなんですが、できるだけ焼け色をつけたくないので黒くならないようにプールができたらすぐに進行を始めて、できるだけ溶け込んだらすぐに進むというスピード感覚でやっています。この時にアーク調をほとんど一定に保つとガスの当たりが常に同じになるのでビードが光りやすく綺麗な色に仕上がりやすいです。棒の方もずっと綺麗に馴染んでくれるので高さも綺麗になりやすいです。貝先の角を両端 0.5 から1ミリぐらいこすイメージでローリングをして幅を出していってます。今回一周一度も切らずに溶接をしたのでしばらくこの動画が続きますので、飛ばしたい方は飛ばしてください。今回ローリングの粗さの方は少し粗めぐらいで溶接をしていきました。トーチの方のガスの流量はだいたい10から12ぐらいだと思います。1層目のバックシールの方はだいたいガスの流量は20から22ぐらい出してました。これは手前にフランジがある状態なのでトーチを上に向けた状態のローリング方法で溶接をしています。やはりまっすぐ持つ時よりは少しローリングがしづらいですが、あの持ち方ですとある程度は綺麗にローリングができます。もう少しで最終つなぎになります。つながりました。これが最終層を終えたビード外観になります。やはり 4mm ということもあり4インチでもしっかり光っていると思います。近くにフランジがあってもあの持ち方をすればこのようにある程度綺麗にローリングができるので皆さんもやってみてください。幅も波もある程度安定していると思います。やはりビードのすぐ横のパイプの焼け自体もそこまで多くはないですね。このようにローリングをして今のビードを出せました。こっちの持ち方は結構している人は多いと思います。全く同じパイプが2つあったのですが2つとも同じ持ち方でローリングをして溶接をしました。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。コメントなどありましたら YouTube のコメント欄に記入お願いします。Instagram の方でコメントいただくことがあるんですがダイレクトメッセージの方がたくさん来ていて
見落としなどが多いと思いますので YouTube の方にコメントよろしくお願いします。あと概要欄の方に今日の溶接ポイントなどをまとめて書いていますので、よければ見てみてください。それではありがとうございました。